お久しぶりです。トーマスです。今日はね、iPhone 13 Pro レビューっていうのをついに行っていきたいと思います。こちらです。このチャッチー箱です。どこのコスト削減しとんねん。でもスマホの品質は素晴らしいもんね。箱なんかどうでもいいよね。ということなんで、俺の結論としてはここにも書いてある通り、スマホ史上最高傑作なんです。悔しいかな悲しいかな最高です。全ての Android は敗北したと言ってしまってもいいでしょう。ただそんな最高傑作にも弱点は4つあります。だからこんな人にはおすすめ、こんな人は買わない方がいいかもしれないっていうところまで含めて解説をするから見ていってもらえればと思います。で、まず復習をしていきましょう。iPhone 13シリーズ4つあるんやけど、その中でも2つのプロモデルが熱いよっていう話は前の動画でもした通り、それどうしてかっていうのがこれにはなるんやけど、まず iPhone 13 Pro モデルに関してはリフレッシュレート 120Hz だから画面がヌルヌルに動作する。そして望遠カメラが2倍から3倍に変わりました。これ無印には両方ないです。無印は 60Hz、無印は望遠カメラなし。この2つによって使用感は大幅に変わります。だからプロモデルがおすすめっていう話。その他も一応変更点見ていきましょう。標準カメラが高画質化をしております。無印よりもプロモデルの方が標準カメラが高画質なんです。さらにマクロ撮影にも対応してます。プロモデルだけは近くで撮れるんです。どうでもいいです。で A15 チップ順当に搭載をしてきました。これに関しては無印も共通ではあるんやけど、プロモデルの方がちょっとだけスペック高めに作ってあるらしい。であとは両方ともデュアル eSIM 対応っていうところではあるんやけど、物理 SIM ではないというところに注意。スペックも簡単におさらいしときましょう。13シリーズの詳細なスペックこちらになります。相変わらず変わり映えはしません。こっちがプロモデルでこっちが無印モデル。こっちには MAX があってこっちにはミニがあるんやけど、基本的には同じと違いはもう重さだけです。プロモデルは 6.1 インチのディスプレイでも 203g と重いと、これはバッテリー容量が多いってこと。で無印モデルは同じ 6.1 インチでも 173g と比較的軽いんやけど、これ別に他語ることないです。いつも通りの iPhone です。これが iPhone の箱なんです。うっすいマジで。環境保全とか手のいいこと言いながらコスト削減ばっかりしやがって、もう見てこれ、もうこの箱のこの強度ももうガバガバです。これね Apple Store から持ち帰ってる時もカバンの中で箱開いて中で爆発しとったわ。Apple さんちょっと最近やりすぎ、ユーザーのためになってないからね。で箱を開けるとどうですか皆さん、このかっこいいボディー、むっちゃかっこいい。むっちゃかっこいい。このデザインが一番初めに出てくるのもたまらんね、これは。これは嬉しいわ。箱の簡素さを忘れさせてくれるこの素敵なデザイン。これね、俺ね、スマホ史上最高のデザインやと思うよ。これわかる？この雲の顔のような気もかっこいい感じ。俺ここのデザインむっちゃ好き。しかも光の反射によってカメラの周りのリングがギラつく感じも一括ような。ラグジュアリー感が半端じゃない。何このキラキラしたスマホ。宝石なの？待って。箱の中行こう。箱の中マジでクソです。これね、相変わらず呪われたライトニングが入ってます。アホか。しかもこのライトニングの先 USB かと思ったらタイプ C やからな。どんだけかますねん。何考えてんねん。でこれもはい、シムピン説明書リンゴマークもう何枚もあるわ。もうこんだけこれで14万考えられへん。保護フィルムもついてないからねこれ。アップルさん本当に。でもこのスマホ素敵、デザイン最高、素晴らしい、すごいよね。ギラギラ、横から見てもこの何この質感の高さ。これつけれる？ここにつけて歩いててもいいよね。かっこいい。違うんだ、こんなこと解説したいわけじゃないんだ。こう背面がねこれすりガラスになってんので、ここだけキランって光るでしょ。これすりガラスの中にリンゴマークだけキランって光る感じもいいし、そこに追加でこれも光ってるしで、買ってよかったーって思わせられる背面、これが Apple なんです。でもインターフェースは何にも変わってないです。これも初代から変わってないよね。ここになんていうのこれマナーモードスイッチがあってみたいな、もういつも通りで音量ボタンがあって、ここに SIM スロットがあって SIM も開ける。12でも11でも全く同じやったから開けたところでって話であるんやけど、はい1枚しか入りません。いつも通りです。2枚にせいや、香港版は2枚なんやから、なんで日本版は1枚やねん。で反対側見ると電源ボタンがあると。だからこれね逆になってんの鬱陶しいよね。こっちで電源こっちで音量ってちょっとだるいから、こっちで電源とこの辺で音量みたいな感じで親指だけで操作できるのが俺はベストやと思うけど、iPhone はずっとこれなんでもういいでしょ。で上には何にもないです。素敵です。もうね素敵って言い疲れた。で下には呪われたライトニング充電端子とスピーカーとマイクがついてるっていう感じやけど、ここもシンプルで素敵です。完成されすぎ。ただねちょっと角張ってんのはね俺苦手よ。こう持った時にね手に刺さるんよね。エクスペリアほどではないんやけど、だから俺エクスペリア苦手ではあるんやけど、 iPhone も丸型から角張り型になったのがちょっと俺は苦手やなっていう気がしてる。で表面も見てみましょう。指紋センサーで解除はできないよ。気をつけて。 iPhone は相変わらず指紋センサー搭載してないからね。Face ID です。Face ID の精度も相変わらず全く変わっておりませんということなんで、いつも通りパスコードで解除します。いい加減に指紋センサーつけろよ。でまずはそのサイズ感から見ていきましょうよ。 6.1 インチの iPhone 13 Pro に関しては 204g とかなり重めに作られてるのよ。というのもこれ俺のメインの Galaxy Note 20 Ultra で、大きさを比較するとこんな感じ。こっちが 6.9 インチ、こっちが 6.1 インチではあるんやけど、 Galaxy Note 20 Ultra なんと重量たったの 209g しかありません。それに対して iPhone もう一回いきましょう。204g むっちゃ重いんよ。じゃあ例えば全く同じサイズ
イズの iPhone12 ならどうなるのかというと 162g むっちゃ軽いねんな。だからね、この大きさと重さをどう見るかっていうのは人による。確かに iPhone13 Pro はコンパクトやね。コンパクトではあるんやけどしっかりと重い。寝る前に仰向けになって片手で持ったりしてると結構腕しんどいんやけど、ただサイズは小さいからポケットにはしっかりと入ってしまうのよ。でそれに対してほとんど同じ重さの Galaxy に関しては片手で持っても iPhone と疲れ度合いは変わらんのやけどポケットには入りにくい。だからズボンは選ぶっていう感じということなんで、俺はねバッテリーを持たせるためにこの大きさは維持しつつ厚みだけ増やしたっていう Apple の判断は正しかったと思うよ。であとはね、今までの iPhone との違いとしてはここノッチやね。ノッチの範囲がちょっと小さくはなってるんやけど表示される情報は全く変わっておりませんということなんで、利便性の向上には一切寄与しないと思ってください。ただディスプレイは最高品質だと言っていいでしょう。こっちが iPhone12 こっちが iPhone13 Pro Max ではあるんやけど、これちょっと傾けてみるよ。両方とも有機 EL でございます。すごいというか差がないね。 iPhone はすごいね。これを Galaxy と比べてみると横向けると Galaxy ちょっと青っぽくなっちゃうんよね。こっちもちょっと青っぽくなるんやけど iPhone 全然色変わらないっていうのはお分かりいただけるかと思います。もちろん今回の iPhone は 120Hz でディスプレイぬるんぬるに動きます。ということなんでスローモーションで再生をしてまずはホーム画面に行ってみよう。ロック解除画面もこの通り超滑らかやし、ブラウジング中のスライドもこれもんよ。これもうね、一回慣れると戻れへんから。120のヌルヌルさは目で見ても圧倒的に違うから。アンチスベンチマークだ。一番左からスナップドラゴン888搭載の全フォン8スナップドラゴン865プラス搭載の Galaxy Note 20 Ultra A15 チップ搭載の iPhone13 Pro A14 チップ搭載の iPhone12 って感じだね。スペック的には多分こうですかね。こういう感じになるのかなと。まあ全てハイエンドスマホやからね、違いはほとんど出ないんやけど、ちなみに iPhone もついにアンチスベンチマークがバージョン9に対応しました。同じテストができるようになったんです。ありがとうございます、アンチスベンチマークさん。はい、でお待ちかねの雪のステージに入ってきました。ここでどれだけ差が出るかっていうのが注目のポイントであるんやけど、滑らかだと言ってしまっていいのかい？これとこれ比べるとiPhone10 に違うわ。全フォン8の方がいいのか。ちょっと滑らかな感じするが、こっち安定感はあるね。60出てそうやね。だから iPhone13 Pro やっぱ動きいいのかなっていう感じやね。かといって Galaxy Note 20 Ultra 動きが悪いということもなくで、そろそろもうこのテストに限界を感じていると。だから俺もね、これを計測する意味があるのかっていうのは迷うところではあるんやけどさ、でもさ、これをせんかったらさ、それはそれでまたさ、なあトーマスもう仕事すんのやめたんかみたいになるから、もう俺もがんじがらめなわけよ。だから参考程度に見といて。つまり全て最強です。中でも iPhone13 Pro の処理能力が最強ですっていう話。はい、結果が出揃いました。Galaxy Note 20 Ultra 58万点、iPhone12 72万点、全フォン8 79万点、iPhone13 Pro 78万点ということで、あんたがナンバーワンではなかったね。こっちか。うわ、熱っ。うわ、全フォン熱っ。何これ。むっちゃ熱い。ほんのりあったかい。ほんのり。こっちはほんのり。全フォンちょっと熱いっすね。放熱が優れてるとも言えんのか。熱いなこれ。今回惜しくも全フォン8に敗れてしまったっていうところではあるんやけども、こんだけあれば十分でしょ。絶対差を体感できることはないから、今回は違いが分かりやすいように iPhone13 Pro とこの58万点の Galaxy Note 20 Ultra、俺のメインスマホですね、どれぐらい違うのかを見ていきましょう。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。まずはいつも通り Yahoo ニュースで動作チェックをしていく。タリバン日本大使館再開をタップ。iPhone 早い。iPhone こっちから戻れへんのむっちゃストレスやな。こっちで戻らなあかんねや。ストレス。ドコモ低価格の新プラン発表タップ。マジ？今どっちや？ニュースが気になった。何を発表したの？マジで？また？アハモじゃないの？そうなんや。ちょっと後で調べます。iPhone 戻る左マジでうざいな。エミュー脱走残り6は行方不明タップ。iPhone 早い。マジか。iPhone の方が早いんや。やばいじゃん。作曲家杉山浩一氏死去タップ。一緒。動画絡むと iPhone の方が早くなるのか。ソフバに激震モイネロが帰国タップ。iPhone の方が早い。すげえ。iPhone 勝つんや。まだ終わらんぞ。Google マップだ。奈良公園から三宮駅までの電車でのルートだ。互角。通天閣から京都駅までの電車でのルート。さあ来い。互角。よーし、いいだろう。最後は Google Earth だ。音声検索がない。音声検索がない。音声検索ないんや。Google アプリやからや。なんで音声検索ないねん。差別じゃん。東京タワーにするわ。東京タワー。はい。じゃあ、せーので検索します。せーの。はい。さあ来い。滑らかすぎるー。
差は出ないね。ということなんで iPhone 13 Pro Max スペックはもう最強です。Galaxy Note 20 Ultra よりも若干早かったっていうの分かってくれたと思うんやけど、それなのにバッテリーもむちゃくちゃ持つのよ。だからこいつは最強っていう話で、今回のバッテリー計測は YouTube で自分の動画を全て詰め込んだ再生リストを作りました。そしてこれを同時に再生をすることによって俺の動画が再生され続けるんやけど、これをねなんと2倍速で流し続けてしまったんです。でこの状態で明るさと音量を 50%50% にすることでどれぐらいバッテリーが減るのかっていうところで計測をしました。で結果が Galaxy Note 20 Ultra が13時間程度のバッテリー持ちだったのに対して iPhone 13 Pro が15、6時間持つっていう結果になったから、こっちね丸1日余裕でいけちゃうのよ。ディスプレイ滑らか、超高性能、しかもコンパクト、片手で持てる大きさなのにバッテリー持ちもいい。これが iPhone 13 Pro なんです。音質テストを行う iPhone 13 Pro はもちろんデュアルスピーカーとなっております。ご安心ください。そして今回ライバルとして登場していただくのは俺のメインスマホ Galaxy Note 20 Ultra さんです。こいつももちろんこことここにスピーカーがついております。両方ともデュアルスピーカーの戦いなんです。Galaxy vs iPhone スマホ市場の2大巨頭の戦いを見ていきましょう。せーの。iPhone 13 Pro。Galaxy Note 20 Ultra。こっちの方が音量は低いな。iPhone 13 Pro。うわー、広がりを感じるかもしれない。低音もいい感じ。マジか。iPhone 13 Pro。Galaxy Note 20 Ultra。あー、両方とも最高やな。うわー、こうつけがたい。iPhone 13 Pro。うわ、一緒やな。むっちゃいいわ、両方。ここからは動画撮影テストを開始します。まずはスマホ史上最強の iPhone 12と次の最強になるであろう iPhone 13 Pro の比較にはなるんやけど、昼の動画では全く違いがわからないというのが正直なところです。拡大してもノイズの大小とか色合いとか全く違いがわかりません。助けてください。次は超広角カメラを比較します。超広角カメラも昼の動画に関しては一緒やな。一緒やと思う。違いを見つけることはできませんでした。一緒です。ここからは GoPro と比較します。 iPhone 13 Pro といえば手ブレ補正ということで、手ブレ補正最強のアクションカメラ GoPro Q が参戦だ。画質では GoPro Q が負けてるけど、走ってる時のこの手ブレ補正を見てほしい。やっぱり GoPro Q はアクションカメラなんです。手ブレ補正が強い。ここからは歌舞伎町での撮影テストを開始します。まずはそこそこ明るい繁華街で果たして動画性能が変わってるのかを検証していきたいんやけど、この明るさやと iPhone 12と iPhone 13 Pro で差を見つけることはできなかった。もうちょっと暗い環境じゃないとあかんかもね。続いては超広角カメラ。さすが同じメーカーというだけあって12、13で色合いの違いも、あとノイズの大小もほぼわからない。 iPhone 12の方がちょっとザラついてるかなって気はするか。そして一応 GoPro も比較します。 GoPro の魅力といえば何よりもこの広い画角と、そして手ブレ補正ではあるんやけど、その魅力を GoPro は歌舞伎町の中でもいかんなく発揮してくれました。ただ画質は負けてるな。最後は超低照度環境での比較だ。ここで差が出るはず。まずは iPhone 12 と13ではあるんやけど、メインカメラやとほぼほぼ違いが出ない気がするが、ここを見てほしい。 iPhone 13 Pro の方がノイズが少ないんです。次は超広角カメラでの比較だ。両方とも暗い中でも自然な色合いと明るさを保ってくれているし、さらにこの手ブレ補正素晴らしい。そしてここね、背景のビルに注目してほしい。 iPhone 12が完全に輪郭を失っているのに対して iPhone 13 Pro はくっきりはっきり。超広角カメラ進化してます。最後は一応 GoPro との比較を入れておきます。 GoPro はあくまでもアクションカメラやから画角と手ブレ補正が重要ではあるんやけど、やっぱり画質に関しては iPhone 13 Pro の方が上回ってると言わざるを得ない。 GoPro 11に期待しましょう。ここからは写真比較テストを開始します。比較対象は Galaxy Note 20 Ultra です。まずは空の写真からやけど、Galaxy Note 20 Ultra は比較的自然な色合いで写してくれるのに対して iPhone 13 Pro はゴリッゴリに青色を着色します。その傾向は超広角カメラでも全く同じで、これが Galaxy なのに対して iPhone 13 Pro はこれむちゃくちゃ青い。でも青い空は好印象やから、これはこれで OK。ただ明暗差が濃い写真ではまた別の問題があって、これが Galaxy Note 20 Ultra で自然な色合いで写
映せているのに対して iPhone 13 Pro はこれね、ちょっと黄色みを足しすぎているのとコントラストを高くしてしまってるから左側の壁が逆に白飛びしてしまってんね。で、次見てほしいのがこれで Galaxy Note 20 Ultra 全体のバランスよく自然な色合いで映せてはいるんやけど iPhone 13 Pro は空の明るさに引っ張られて地面の方が暗く映ってしまってるっていう感じやね。さらに花の写真を見ていきましょう。 Galaxy Note 20 Ultra 自然な色合いではあるんやけど iPhone 13 Pro は赤を付け足してしまうからどぎつくなるんやけどこれはこれで映えるからあり。しかも iPhone 13 Pro はマクロ撮影に対応してるからここまで汚れちゃうんです。使いません。一方で夜景の写真では iPhone 13 Pro が巻き返してきます。 Galaxy Note 20 Ultra 露出がオーバー気味になってしまっているのに対して iPhone 13 Pro この見事な写りをご覧ください。これなぜかというとコントラストが高いからなのよ。だから駅構内とかビルの上とか白飛びしてしまってるんやけどそれでも全体の印象はメリハリが効いてるから好印象に見えるっていう話で、その傾向は超広角カメラでも全く同じで Galaxy がこれなのに対して iPhone 13 Pro はこんな感じでくっきりはっきりメリハリが効いた写真に撮影してくれます。さらに繁華街の写真は Galaxy Note 20 Ultra が暗めに写してしまうのに対して iPhone 13 Pro は全体的に明るく好印象に写してくれます。しかも拡大した時のノイズは iPhone 13 Pro の方が少ないんです。右側が iPhone 13 Pro です。看板の字が読めちゃうんです。お手という感じで iPhone 13 Pro に関してはカメラはほぼ完璧で、しかも動画は完璧なの。Galaxy と比較したカメラの傾向としては着色が全体的に強め、思っている以上に空を青く映し、花は赤く映し、しかもコントラストが高いということでゴリゴリに加工してきます。さらに HDR は低めということなんで壁が白飛びしたりとか地面が暗すぎたりっていう傾向がありました。ということなんで昼間に関してはバランスは Galaxy に分があると。 iPhone も相当レベルは高いんやけど一歩劣るかなっていうところではあるんやけど、逆に夜に関してはもうほぼ完璧です。なんとセンサーサイズは iPhone の方が小さいのに Galaxy よりもノイズが少ない写真が撮れてしまう、この完璧すぎるソフトウェアが恐ろしい。だからどっちでもいいとは思うけどね、どっちの写真をよく撮るかっていうところではあるけど、Galaxy も iPhone も買って後悔するカメラではないよ。素晴らしいクオリティやと思うよ。でさらに iPhone に関しては動画性能も完璧、他の追随を許さない出来栄えです。マジでね、この iPhone とあと俺が今撮影してるこのフルサイズカメラとあと GoPro ね、この3つがあれば全てのシチュエーションに対応できる。しかもそのほとんどを iPhone が賄えてしまう。この圧倒的な動画性能はやばい。このカメラで動画を撮るためだけに14万出しても納得できるぐらいのクオリティ。ただ最初に言った通りであるんやけど、この最強の iPhone にもちゃんと弱点が4つ用意されています。まず1つ目いきましょう。誰にも望まれていない呪われたライトニング端子。もはや合理的な理由がないというか、もうこれよね。これ絶対これ。アクセサリーメーカーから金を取りたいんでしょ、そういうことなんでしょ。だってライトニングくっそ邪魔やね。タイプ C に統一したいのにこいつのせいでできないのよ。しかも規格が USB2.0、 動画の転送遅すぎ。そして指紋認証がないともういつまでやってんねん。Apple Watch そんな売りたいのか。合理的な理由がないやろ。ここに指紋センサーつけたらいいだけやん。できるって Apple なら絶対できる。絶対できるけどやってないね。それはなぜかというと Apple はユーザーをおちょくってるだけなのよ。社長 iPhone13 ですけど例の件ライトニングと指紋センサーどうします？あれどうやっけ？ iPhone12 の頃売れてたんやっけあれ。むちゃむちゃ売れてました。むちゃむちゃ売れてました。売れてたよな。ライトニングと指紋センサー搭載するの高いしな。じゃあ13もなしで行ってみようか。で発売日に Apple Store の影からこう見ながら、買っとるライトニングと指紋認証ないのにアホやなーってやってるのよ。それかもうね最強すぎるからあえて弱点を残してくれてるのか。鬼で言うところの豆を iPhone で言うところのライトニングと指紋認証なのよ。この世に完璧なものなんてないんだよ。私たちと同じように iPhone にだって弱点があるんです。だから iPhone は愛され続けるんですっていうことをちょっとわかりません。教えてください。であと追加で言うとツインアプリができないとか外部ストレージ化ができないとかね、 LINE アカウント2つ管理できないから2番号あったところで旨味が少ないとか、パソコンにつないだところで外部 SSD として認識できないっていうのはあるんやけど、ここはちょっと iOS の弱点っていうところにはなるから、この2つの弱点とはちょっと趣が違うかなと。これは絶対わざとやってるからね、こっちはしょうがないからね。ただこれら全ての弱点を加味したとしても iPhone13 Pro に関しては史上最高の完成度であることは間違いないです。これは全てのスマホを含めた史上最高の完成度です。まず上からいきましょう。ディスプレイ最高に綺麗、しかも 120Hz で最高に滑らか、どこから見ても色合いが全然変わらない史上最高のディスプレイ。さらに写真と動画、写真に関しては常に80点以上を叩き出す最強のソフトウェア、そしてノイズの少なさ。動画に関しては他社の追随を許さないアクションカメラすら顔負けのクオリティ、そして処理能力現存のスマホ市場の中で最強です。しかもバッテリーもこのサイズ感で余裕の1日持ちで、もちろん付加価値だって多いんです。無線充電、お財布、防水に対応してます。デュアルアプリにも eSIM
eSIM ではあるけど対応してるんです。で、さらに最高のデザイン。このラグジュアリーな輝きを見てください。これを超えるデザインのスマホがあるだろうか？いや、ない。だから iPhone 13 Pro はスマホ史上最高傑作なんです。iPhone 3GS の発売から13年でついに iPhone は完成しました。ついにスマホが完成してしまったんです。これこそが買うべき iPhone なわけよ。iPhone 13あんまり進化してないらしいよ。これはスルーした方がいいかなみたいなこと言ってる人多いけど、いいなと。お前は間違っている。iPhone 13こそが至高。これが史上最高の iPhone。これを買わずしてどの iPhone を買う？ iPhone を買いたいなら13 Pro。ここや。これがベストなタイミング。これ以上のタイミングはない。なぜなら iPhone 13 Pro を買えば14万円で2年間の幸福が確約されてしまうんです。確かに14万という値段は高く見えるかもしれないけど、2年間の幸福が確約されているこんなお買い得な契約他にあるだろうか？いや、ない。じゃあお前も iPhone 13 Pro メインスマホにしろやっていう話になるんやけど、Android を使っている人に関しては乗り換える障壁っていうのがあるわけよ。だからね、ここに該当する人はちょっと厳しい。ここ該当しないんであればもう問答無用で乗り換えちゃいましょうっていうところだけ最後に参考程度に解説します。まず一番上からいこう。ライトニング端子。これはまだ許せんのよ。だってそんなにライトニング端子使う機会多くないから。なんならこの無線充電で充電できてしまうわけだから、まあ許そう。バッテリーも持つし。で、次に指紋センサー。これも悩むとこやけどね。これは正直欲しいけどね。なんとかパスコードで乗り切る。これちょっと鬱陶しいけどね。毎回で1日何回解除すんのそのパスコードでっていう話になってくるやん。で、まあこれもなんとか乗り越えたとしましょうよ。で、次デュアル SIM が出てくるのよ。これ、ね、eSIM には対応してるんやけど、物理 SIM に対応してないね。物理 SIM の方がやっぱり扱いやすいのよ。すべての SIM カードが eSIM に対応してるわけじゃないやんか。で、もう一つ外部ストレージが、これそんなする人おらんと思うんやけど、スマホの中にデータ入れて持ち運んだおかげでなんとか助かりましたっていうシチュエーションが俺はあったのよ。だからね、Android やっぱこういうところ優れてるなって思うよね。で、最後極めつけがツインアプリで、やっぱりね、仕事とプライベートで LINE アカウントを使い分けていて、それを一つのスマホで管理したいというんであれば、この機能を対応していないと iPhone に乗り換えることができないわけよ。で、俺はね、この一番上はまあ許せるかなと思うんやけど、この下4つでちょっと厳しい。特にこれね、ツインアプリに対応してないとやっぱ乗り換える対象にはならないかなっていうところで iPhone をメインスマホにはしないという決断をしているところではあるんやけど、それでも迷ってしまうぐらいのクオリティ。これを超える Android スマホが果たして登場できるのか。Android にとって iPhone は最強のライバルであり、そして高すぎるハードルでもあるわけよ。ただこれが登場してしまった以上、これと比較される道は避けられない。だから Android も今後どんどんレベルを上げていってくれると、スマホ市場を作り出した iPhone は王者に君臨する責任を果たし続けることによって今後もスマホ市場を引っ張り続けてくれるわけよ。ということで iPhone 13 Pro は最高、最強のライバルができた Android の今後に期待というところでこの動画を終わりたいと思います。ここに置くか。大丈夫かな？大丈夫？自立する？自立すんのか？自立する？自立するやん。すげえな、この制度。すげえわ。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信するので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録お願いします。あとガジマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。Twitter もやってます。フォローお願いします。書籍無駄の省き方も出てます。買ってください。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。